皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画はゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドの役に立つ小ネタのみをたくさん紹介していく動画です。もう一度言いますが、役に立つ小ネタのみです。ぜひ最後までご覧ください。早速行きましょう。用心。注目ボタン、ZL ボタンですね。を押して盾を構えて歩くと、めったに崖から落ちないようになってます。これで、細い丸太の上とか歩いたり、崖際を歩いたり、そういったことができます。ただし、めったなことでは落ちないというだけで、100% 落ちないわけではないので、あまり調子に乗らないようにしましょう。ポカポカ草の実の本気。ポカポカ草の実を地面に置き、炎の矢や炎属性武器の攻撃で上昇気流が発生します。ただし、通常の上昇気流より短いです。リーバルトルネードが使えない時とか、ポカポカ草の実を地面に置いて、炎の矢で攻撃して上昇気流を使いましょう。コログのうちわ。コログのうちわは木があればどこでも取れて敵を吹っ飛ばせる便利な武器です。実はボコブリンは泳げないので水に落とせば一撃で倒せます。 R ボタン長押しで狙いやすいです。ため攻撃はより吹っ飛ばせます。カイロ、アイスノン、ファイアロッド、火炎の剣などの炎属性武器、アイスロッド、氷雪の剣などの氷属性武器。これら属性武器には装備して背中に背負ってるだけでメリットがあります。アイスロッドならレベル1相当の日差しの暑さ、ファイアロッドならレベル1相当の寒さにそれぞれ耐えられます。例えばこの山を登るためにクライム装備をできるだけ多く装備したいけど寒さに耐えられそうにないといった場合など、状況に応じて足りない分をロッドなどの属性武器で補えばダメージを受けません。ちなみに武器を振っていて属性武器の属性エネルギーがなくなったら一度でも他の武器に切り替えると属性効果が蘇ります。薪の束の集め方。一から村の発展、果ての村での家の購入など、薪の束って何かと必要になりますよね。簡単にたくさん手に入れる方法を紹介します。リトの村にあるアコバータの祠までワープします。これが地図です。そこから東を向いて少し遠くに見える馬宿まで行きます。ここには切り倒された木がたくさん転がっており、それらは1、2回叩けばたくさんの薪になります。さらに周辺に木こりの斧が2つも置いてあります。木こりの斧ならなぜか木を2回切りつけると倒れます。ちなみに木にも HP のようなものが設定されているようで、40ダメージを与えると切り倒すことができるみたいです。リモコン爆弾では無条件で倒れます。無限。木の矢を短い時間で効率よく手に入れる方法は、このゲームが発売されて以来、いくつかいろんなところで試されてきましたが、それらはアップデートにより再現不可能になりました。ですが、今から紹介する方法は、なぜか見逃されており、
発売から3年が経った2020年の今現在でも何度もできる方法としていろんな方が紹介されています。行きましょう。まずワールドマップの右下、くぐちでの祠にワープします。最果ての試練の場所ですね。祠の東隣に小さな島があるのでパラセールで飛びます。島の真ん中に池のような水たまりがあり、その水の中にある宝箱があるのでマグネキャッチで引き上げます。中に木の矢が10本入っており、入手したらセーブを押します。そしてセーブしたらセーブの真下にロードというものがありますのでロードをします。するとなぜか先ほどの宝箱が復活しているので、あとはこれを繰り返します。僕のおすすめの定位置はこの辺りです。平坦気味で宝箱を掴んだら十字キーの下を長押しするだけで済みます。特に急がずともなんとなく手を動かしているだけで目安として5分で100本ぐらい取れる感じです。30分で600本ってことですね。この方法が修正でできなくならないのは多分ですけど、最果ての試練を達成したご褒美なんじゃないかと勝手に思ってます。リンゴの名産地。平原の塔から真西に行くと悟り山という山があります。ここにはリンゴが150ほど取れる箇所があります。リンゴはお供えタイプのコログの謎解きによく使います。悟り山には他にも様々な貴重アイテムがわんさかあります。植物系から虫系、コログと密集地帯が各所に散らばっています。素材に困ったらとにかく悟り山に登りましょう。悟り山のてっぺんにあるモーラタニアという祠を見つけてしまえば次からはワープで来れます。マックスドリアンの聖地。フィローネの塔にワープすると北隣に台地があります。そこには料理にするとハート全回復プラスハートの最大値を一時的にプラス4するマックスドリアンという果物がたくさんなっています。一通り取り、だいぶ時間が空いてから来ると復活しているので思い出した時に来てみるといいかもしれません。宝箱チェック。各地に点在している120を超える数の祠。各祠には必ず一つ以上の宝箱が設置されています。祠を攻略中、宝箱1個取ったけどこれで全部なのかなって思った時に確かめる方法があります。マップを開いて自分が今いる祠にカーソルを合わせた時、祠の名前右に宝箱のマークがついていたら、その祠の宝箱は全て取ったという印です。他の祠もカーソルを合わせてチェックすることができます。砂ざらしの捕まえ方。野生の馬を捕まえられるように野生の砂ざらしも捕まえることができます。方法はとても簡単です。心を鬼にしてリモコン爆弾を放ちます。あとは近寄って捕まえるだけです。ちょっとかわいそうですけどね。マスターソードの秘めたる力。スーパーファミコン用ソフト神々のトライフォースで登場以来、ほぼ毎作のように登場するゼルダシリーズを代表する武器、マスターソード。ハート満タン時に R ボタン長押しで放てば、ケンビームというなんとも安易なネーミングの遠距離攻撃を出せます。もちろん敵にも使えるんですが、例えば高い山や壁の途中に生えているキノコなどの素材をビームで落とすことができる便利技です。その他、草原の草を一気に刈ることができるなど、多くの方に親しまれている技です。いかがだったでしょうか。この動画が役に立ったよという方は、高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みになります。
ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。